セレンゲティ、生と死の戦場。セレンゲティに夜明けが昇りつつある。最初の光が地平線から忍び寄り、草原を淡い金色の優しく霞んだ層で覆う。空間全体が永遠の瞬間に静止したかのようで、息を飲むほど美しい。深遠な静寂は、ここでの人生には常に危険がつきものだということを忘れさせてくれる。しかし、セレンゲティでは、平和は脆いからに過ぎない。胸の高さの草を吹き抜けるそよ風の下。かすかな動きが見え始める。暗い人影がゆっくりと動いている。背中を丸め、首を低くし、耳を立てている。吠える必要も、逃げる必要もなく、ただ幽霊のように静かに草むらを進む。それがブチハイエナだ。彼らは狩りをするために夜を待たない。豹のようなスピードも、ライオンのような力も必要としない。彼らは忍耐、戦略、そして冷酷で容赦ない決意の体現者だ。ハイエナの目は王朝の陽光に金色に輝く。それは光のせいではなく、肉の匂いを嗅いだからだ。糞、泥、そして何よりも忌まわしいのは古市の匂い。それらが風に舞い、道を照らす。遠くでは、セネガルアンテロープの群れが日本のアカシアの茂みの隙間をゆっくりと進んでいく。赤褐色の毛皮が朝日に輝いている。耳はまるで生きている触覚のように回転し、周囲の世界から信号を探している。しかし、誰かに追われているという気配はない。背の高い草むらの中で、かすかな動きが空気を切り裂く。影も音もなく、ただ金色に輝き、深く、揺るぎない視線だけが響く。子ハイエナが群れの端に迷い込むだけで十分だ。風向きも味方していた。まさに絶好のタイミングだった。警戒もシューという音もしない。ハイエナたちは実のように動いた。素早く包囲し、思い切った飛びかかりで、太陽が木々の向こうに昇る前に狩りは終わった。方向も、得意げな表情もなかった。ただ肉が裂け、骨が砕ける音、そして常に周囲を睨みつけ、次の捕食者に警戒する視線だけが響いていた。それは獲物だったが、真の勝利はそれを手に入れることだった。彼らの足元の地面は、けた川のようにひび割れていた。
埃と乾燥した糞の刺激臭が空気中に漂っていた。雨はまだ降っていなかった。草原は静かに死につつあった。数日後、食料は尽きていた。死肉も、鮮血も、もはや見当たらなかった。風が運ぶのは、かすれた叫び声と、失われた目だけだった。群れは今やチリチリになり、バラバラになり、互いに疑い深く、危険な存在となっていた。上はもはや感情ではなく、一つの状態。視線の一部。呼吸の一部。そしてもはや信頼の崩壊を隠せない足を引きずる状態となった。低く垂れ下がっていた頭が上がり、互いを睨み始めた。親族とライバルの境界線は曖昧になった。警告も、シューという音も、階級的な儀式もなかった。彼らは互いに襲いかかった。最初の噛みつきで首の毛が剥がれた。血が噴き出し、遠吠えが響いた。一頭が噛まれても逃げず、相手の鼻先に噛み返した。反撃は名誉のためではなく、命のためだった。他の者たちも止まらなかった。彼らは合流した。もはや群れではなく、生き残るための本能だけがあった。羽は皮膚から引き裂かれ、肉は引き裂かれた。一頭が倒れ、腹が裂け、内臓が地面にこぼれた。しかし、断末魔の苦しみの中でも、それは屈辱を与えた者の足に噛みついた。最後の一噛みだった。復讐のためではなく、上のためだった。かつて血と規律、そして協力によって鍛え上げられた群れは、今や崩壊した。古き良きを着ては消え失せた。残ったのは骨と歯、そして生き延びるために叫ぶむき出しの本能だけだった。太陽が鋼鉄のように赤い地平線に沈むと、残されたのは砕け散った体だけだった。生き残ったわずかな者たちは、口の中に同族の血が染みついたまま、闇の中へと這い進んでいった。そして、夜明けが自然の裁きとともに始まるセレンゲティでは、それだけで十分だった。灼熱のセレンゲティ草原の真ん中で、太陽は強烈な白い光で空気を焼き尽くし、大地を熱波で爆発させていた。風は止まり、アカシアの枝は一本も動いておらず、頭上からの熱を遮るものは何一つなかった。しかし、視界に唯一残る木の端に、悠然と、隠れることなく人影が現れた。それは、この地を支配するプライドの中核をなす、成熟したメスライオンだった。彼女の毛皮は淡い金色で、焼けた草に完璧に溶け込み、必要に応じて姿を消すことができた。長く力強い体育で、肩と腰は分厚い筋肉で覆われ、日焼けした皮膚の下には筋肉がくっきりと浮かび上がっていた。たてがみを持つオスライオンとは異なり、メスライオンはスピード、敏捷性、そして組織力を備えており、プライドの主要な狩猟機械だった。成体のメスライオンは体重が120から 180kg で、
野生では約10から14年生きます。しかし、長生きであることは必ずしも力を持つとは限りません。メスライオンの社会的地位は、群れの中での役割に結びついています。メスライオンは単なる狩猟者ではなく、社会構造の中核を担い、子育て、サバイバルスキルの指導、そして縄張りの記憶を次世代に伝える役割を担っています。ライオンの群れは、群れで生活する数少ない大型猫科動物の一つで、通常2から3頭のオス、6から12頭のメス、そして子ライオンで構成されています。群れの中のメスライオンは、姉妹、母親、おば、姪といった血縁関係があり、特に子ライオンの世話や群れでの狩りにおいて、緊密な協力体制を築いています。繁殖期は固定されていません。発情期。通常4から8日間に入ると、メスライオンは群れの中のオスライオンを積極的に探し始めます。狩猟の獰猛さとは異なり、ライオンの交尾は非常に頻繁に行われ、つがいは1日に最大40回も交尾することがあります。交尾は短く、時には数十秒しか続かないこともありますが、妊娠を確実にし、オスが他のメスと交尾するために去ってしまうのを防ぐために、継続的に行われます。交尾が成功すると、妊娠期間は約110日間続きます。出産が近づくと、メスライオンは群れを離れ、茂みや岩の中の人里離れた場所を見つけて出産します。通常、生まれる子ライオンは1から4頭で、体重は約1から2キログラムで、豹のような斑点のある体毛を持ちますが、成長するにつれてこの縞模様は徐々に薄くなります。最初の数週間は、子ライオンは完全に母親に依存しており、歩くことも、ミルク以外のものを食べることもできません。その間、メスライオンは子ライオンを群れから隠します。群れのオスやハイエナ、豹などの他の捕食動物に食べられないようにするためです。セレンゲティの真昼の太陽の下。ライオンの群れはまだ去っていなかった。気温は上がり続けていたが、焼けつくような草むらに、捕食者の影が静かに忍び寄っていた。群れの先頭では、数歩先を成熟したメスライオンが優雅に歩き、遠くの低い草むらにヌーの群れが集まっているのをじっと見つめていた。これは出産したばかりのメスではなく、母性の重荷を背負っているメスでもなく、真のハンターだった。彼女の腹は細く、毛並みは均一に日焼けしており、授乳や発情の兆候は見られない。むしろ、距離、風、待ち、そして決意に慣れたものの冷静さが漂っていた。彼女の経験豊かな視線は、幾多の歓喜、
幾度もの狩りの失敗、そして血みどろの縄張り争いを経験してきたことを物語っていた。午後の風は、まるで息を止めているかのように静かだった。広大な平原では、地面は熱で黒く染まり、乾いた草の端はまるで焼かれたように丸まり、虫の根さえも消え去り、致命傷の前触れのような重苦しい静寂が漂っていた。燃えるように黄色い草むらの中で、静止しているものは何一つなかった。メスライオンの群れが低くうずくまり、地面すれすれに動いていた。急ぐ様子も、気配もなかった。一歩一歩が、距離、風向き、獲物の動きを的確に測っていた。中央では、最年長のメスライオンが先頭を進んでいた。必ずしも最強というわけではないが、最も経験豊富で、優れた判断力を持っていた。彼女の視線は、窪地の淵にチリチリに散らばるヌーの群れの中に、一頭の若いオスライオンに釘付けになっていた。その歩調は一拍子も狂っており、群れから恐ろしいほどの距離を離れていた。草原は眠っているようだったが、狩りはすでに始まっていた。それは成熟したオスヌだったが、まだ若く、ぎこちない歩き方で、経験豊富なヌーよりも頭を高く上げ、群れとの距離を均等に保てていなかった。おそらく初めての移動シーズンだったのだろう。群れの規律をまだ身につけておらず、自分と群れの間の距離が死の宣告につながることを知らなかったのだ。ヌーは遅いどころか、非常に速く走り、時速80キロに達することもある。しかし、スピードが全てではない。反射神経、警戒心、そして地形把握が決定的な要素となる。そして、若いヌーにはそれがなかった。低い草むらからメスライオンの群れが様々な方向に分かれていった。一頭は先頭を走り、一頭は左から旋回し、一頭は背後に忍び寄った。作戦は立てられていた。すべてが完全な静寂の中で起こり、乾いた草を踏みしめる足音だけが死のシンフォニーの静かな低音のようだった。ヌーは突然、何かがおかしいことに気づいた。耳がピクッと立ち、鼻孔がピクピクと動いた。ライオンが頭を向けた瞬間、目の前のメスライオンが金色の影のように突進し、砂ぼこりが波のように舞い上がった。レイヨウは本能的に反応し、向きを変えて走り出した。しかし、他の2頭が待っている方向へしか走れなかった。逃げ場はなかった。左からの的確な一撃がレイヨウを地面に叩きつけた。足は激しくバタバタと動き、角は震えたが、爪はすでに首筋に深く食い込んでいた。2頭目のライオンは胸を押さえ、後ろ足を噛みしめた。そして、運命の噛みつきが始まった。牙が喉に食い込んだ。血は吹き出さず、かすかな窒息音が響き、静寂が訪れた。砂ぼこりはまだ静まらず、草はまだ生えていなかった。遠くのレイヨウの群れはまだ走り続けていたが、誰も振り返らなかった。本能が告げていた。走れば生き残りれる。
メスライオンたちは死骸を取り囲んでいた。咆哮もせず、争いもなかった。頭を下げていたのは、敬意からではなく、完璧な連携へのご褒美として食事が与えられることを知っているからだった。セレンゲティの灼熱の太陽の下、無邪気さなど許されない場所では、一瞬一瞬が予告なしの試練だった。合格した者は生き残り、準備のできていない者は、爪と牙によってつながれる生命の連鎖の一部となった。真昼の太陽は、揺るぎない炎のカーテンのように、セレンゲティの草原を今もなお照らし続けていた。乾いた草は風に優しく揺れていたが、狩りの後でようやく和らいだ緊張を和らげることはできなかった。遠くでは、ヌーが一瞬たりとも立ち止まることなく、振り返ることなく動き続けていた。個体の死は、まるで何もなかったかのように受け入れられ、克服された。なぜなら、ここでは、生命は嘆き悲しむために立ち止まることはないからだ。まだ血に染まった地面の上で、ライオンたちは食事を始めていた。吠える声も、争いもなかった。彼らは沈黙の中で食事をしていた。それは本能と長年かけて築き上げられた役割によって形成された秩序だった。それは残酷でも勝利でもなかった。それは自然の閉じた循環における、ただ一つのつながりに過ぎなかった。食事が終わると、ライオンたちは立ち上がり、肩の埃を払い落とし、灼熱の太陽の下、静かに去っていった。彼らは振り返らなかった。振り返る必要などなかった。彼ら概要がいまいが、この循環は続くのだ。しかし今日、彼らは生き残った。彼らは種族を存続させた。複雑で無慈悲な野生の網の中で、彼らは自らの居場所を保った。そして太陽が西に沈み始めると、彼らの影は草原に長く伸びていった。それは単なる捕食者の姿ではなく、サバンナが咆哮を上げ、恐竜の足跡がまだ消えていなかった時代と同じくらい古い、太古の力、協調性、そして秩序の生きた象徴だった。サバンナ。灼熱の太陽と激しい風の国。ここでは、夜明けは生き残るための戦いの始まりです。ライオンが王で、今日が沈黙の幽霊であるこの世界で、誤解され、軽蔑されている者がいる。しかし、忍耐の達人、それはハイエナです。彼らはチーターのような電光石火の速さを持っていません。ライオンの強さはない。しかし、ハイエナは最も強力な武器を持っています。それは、決して諦めない意志です。ハイエナサバンナで最も必要な捕食動物。ハイエナには歌詞から別称が付けられてきました。
強盗スカベンジャー、臆病者。大衆文化では、彼らは悪役として登場することが多い。醜くて、狡猾で、他人の残骸で生きている。しかし、それはおそらく、野生の世界に関して人類がこれまでに作り出した最大の誤解の一つだ。真実は、ハイエナはアフリカで最も効率的な捕食動物の一つだということです。セレンゲティ、マサイマラ、ンゴロンゴロなどの地域での研究では、ハイエナ狩りの成功率は60から 70% にも達すると報告されています。ライオンやヒョウよりも背が高い。彼らは空から食べ物が降ってくるのを待っていません。彼らは狩りをします。積極的、組織的、そして冷酷。ハイエナは緊密に連携し、獲物を群れから取り囲み、引き離す方法を知っています。チーターのような電光石火のスピードは必要ありません。ライオンのような筋肉は必要ありません。彼らを際立たせているのは、その粘り強さと粘り強い戦術です。パニックに陥ったヌーが草原を突進した。その後ろには、頭のハイエナが一斉に走っていました。速くはないが、容赦ない。彼らはすぐには攻撃しません。彼らは獲物を疲れさせ、方向感覚を失わせます。15分後、カモシカは倒れた。静かな結末。単なる自然の自然な進行です。ハイエナは走るだけではありません。彼らは現代の肉食動物世界で最も強力な顎を持っています。加味圧力は最大 1,000psi 以上。彼らは、バッファローやカメの骨、さらには同種の動物の頭蓋骨さえも砕くことができます。彼らの特殊な歯と消化器系は、最も硬くて乾燥した部分からでも栄養分を吸収するのに役立ちます。このため、ハイエナはサバンナで最も効率的に生物学的廃棄物を処理する動物となっている。他の捕食動物が残した死骸、骨、肉を消化して環境を清潔に保ちます。しかし、ハイエナが残り物だけで生きていると思っているなら、それは間違いです。実のところ、彼らは他人の死体を食べるよりも多くの死体を生み出しているのです。ハイエナの群れが負傷したシマウマを取り囲んだ。轟音、鋭い音、燃えるような午後の光の中で舞い上がる砂。獲物の生命への渇望の中には、捕食本能の無関心な高まりがあります。ハイエナは臆病者ではありません。彼らは寄生虫ではありません。彼らは計算し、調整し、耐え、機会があれば攻撃する生き物です。彼らは誤解された戦士だ。そしてそれが彼らが最も恐れられている理由です。野生動物の世界では、
ハイエナほど複雑で驚くべき社会構造を持つ種はほとんどいません。彼らを特別にしているのは、必要な狩猟方法だけでなく、厳格な母系性組織システムでもあります。オスが優位を占める他のほとんどの肉食動物とは異なり、ハイエナは全ての権力をメスに委ねています。それは単なる役割の分担ではなく、真の権力の階層構造です。子孫は体格が大きくなるだけでなく、より強く、より攻撃的になります。アルファメスは通常、狩りを先導し、優先的に食料を入手し、群れの中で完全な生殖権を持ちます。一方、男性は典型的には社会階層の最下層に住んでいます。オスは母親の群れを離れると、最下層の役割を持つ別の群れに加わります。男性が社会的地位を高め、女性と交尾する権利を与えられるまでには、何年もの服従、謙虚さ、そして忍耐が必要です。この階層化は、行動、ボディーランゲージ、発声を通じて維持されます。それぞれのハイエナは群れの中での自分の立場を認識しており、境界線を越えた行動は迅速かつ厳しく罰せられます。これは非常に規律が保たれ、秩序ある社会です。ハイエナたちが死骸を取り囲むと、メスのリーダーが必ず最初に食べます。その他は許可を得た場合のみアクセスできます。オスが誤って介入したり、不服従を示したりした場合は、群れから攻撃されたり、隔離されて罰せられたりする可能性がある。しかし、この残忍さが群れの効率性を維持しているのです。混乱はありません。永続的な論争はありません。すべては、遺伝的本能と人生経験によって確立された目に見えない秩序に従って機能します。この母系性の構造のおかげで、ハイエナの群れは規律、協力、リーダーシップが細部に至るまで徹底された、高度に組織化された狩猟機械として機能することができるのです。他の多くの捕食動物が内部競争や協調性の欠如により失敗する一方で、ハイエナはまさに従順と団結の能力によって生き残り、繁栄しているのです。サバンナの厳しい太陽の下では、集団の力によってのみ生命が存続しますが、ハイエナの母系社会は、時には力は筋肉ではなく、知性、規律、忍耐にあることを証明しました。広大なサバンナでは、
一歩踏み出すごとに乾いた地面に跡が残りますが、ハイエナは単なる群れで狩りをする動物ではありません。彼らはまた、勇気と勇敢さに満ちた独立したハンターでもあります。ハイエナは生き残るために必ずしもチームメイトを必要としません。多くの場合、ハイエナは優れた忍耐力、知性、戦略性により、一頭でも獲物を追いかけ、倒し、きれいに消化することができます。ハイエナはヒョウのような爆発的なスピードも、チーターのような致命的な跳躍力もありませんが、止まることなく何十キロも走り続けることができます。ハイエナはアンテロープの群れを何時間も追跡し、静かに後を追って、弱い動物を群れから引き離す絶好の瞬間を待ちます。急ぐことも、性急なこともありません。それは、自然のリズムを理解することを学んだ人のように忍耐強く、あらゆる逸脱が起こるのを待ちます。機会が訪れると、ハイエナは加速し、獲物のかかとをまっすぐに狙い、腹部や喉などの弱い部分を強力に噛みつき攻撃します。抵抗されてもパニックに陥らない。戻ってきて、獲物が気を取られるのを待ち、再び攻撃します。そうやって、休むことなく、ひるむことなく、恐怖と絶望の中で敵を疲れさせた。この回復力こそが、孤独なハイエナの最も強力な武器なのです。さらに、彼らは驚異的な記憶力と判断力を備えた生き物です。彼らは狩りをするのに有利な地形の選び方、いつ撤退すべきか、いつ粘り強く戦うべきかを知っています。かつてカラハリ砂漠で、何十ものトゲのある茂みや岩の裂け目を抜け、若い霊羊を3時間近く追いかけ、母親を失って衰弱で倒れる瞬間を待つハイエナの姿が撮影されたことがある。それは運じゃない。それは生きる芸術です。しかし、ソロでの狩りが必ず成功するわけではありません。しかしハイエナにとって、失敗は諦めることを意味するものではありません。彼らは死肉を食べたり、昆虫を探したり、卵やトカゲのために巣穴を掘ったりすることができます。食料源の柔軟性は、1年で最も厳しい時期を生き抜くのに役立ちます。そして、この変化し、適応し、受け入れる能力こそが、一見卑しい野生動物の勇敢さの源であり、実際にはアフリカの生態系で最も成功した生き物の一つなのです。
斑点のある皮膚と忘れられない笑い声の下には、飢えや死や孤独に決して屈しない生き物が潜んでいます。孤独なハイエナは、強くて賢い者だけが生き残りれる世界における究極の生存の象徴です。一般的なイメージでは、ハイエナは捕食動物です。ライオンやヒョウの食事の後をこっそり追いかけるフリーロダーは、残ったものを奪い取ろうと吸収します。しかし、さらに注意深く見てみると、不正とクオドリジしさに満ちた反対の現実が見えてきます。ハイエナは単なる強盗ではありません。彼らはサバンナで最も血生臭い襲撃の犠牲者となることがよくある。セレンゲティの焼けつくような草原や、ゴロンゴロの乾ききった草原。ハイエナが狩りを組織し、追いかけ、追い詰め、力を合わせて獲物を倒そうと奮闘する様子が、何百もの瞬間として記録されてきた。一切れの肉を勝ち取るために、汗と血と努力が注がれました。しかし、ほんの数分後、ライオンの影が現れました。轟音ではない。交渉はなし。ハイエナたちは千葉のようにチリチリになっていました。ライオンは介入し、まるで獲物を狩ったかのように食事をとりました。ハイエナは黙って歩き去り、時折振り返り、その目は無力感と後悔の入り混じった感情で輝いていた。そういう瞬間はよく起こります。統計によれば、獲物の強奪事件の 30% 以上は、ハイエナからライオンが獲物を奪っており、その逆ではない。しかし、その恐ろしい笑い声、醜い容姿、そして適切な時と場所に現れることから、人々は自然にハイエナを詐欺師の役割とみなしています。それで本当の強盗は誰ですか？被害者は誰ですか？自然界には正義はない。法律はありません。本能と力だけ。ハイエナは誰よりもそのことをよく理解しています。彼らは文句を言わず、無差別に報復もしません。彼らはただ静かに次の狩りを続け、次の機会を待ちました。必要に応じて反撃することもできます。大きくてよく組織化されたハイエナの群れは、成熟したライオンに対してさえ反撃する準備ができています。轟音と上昇する砂嵐の中で、激しい綱引きが数分間続く可能性があります。時には、勝利はより強いものではなく、より粘り強いものに属する。その粘り強さにより、ハイエナは効率的な捕食者であるだけでなく、粘り強さの象徴でもあります。
誤解され、追い払われ、奪われても、彼らは前進し続けます。彼らは本能と生き残るための激しい意志で、サバンナを決して静かにしません。そしてその野生の世界では、ハイエナはもはや強盗ではなく、生き残りです。夕日の最後の光が赤い地平線の向こうに消えていくと、サバンナの様子が一変します。昼は光の王国です。ライオンが木陰でくつろぎ、象が黄金色の草原を散歩する場所。しかし、夜になると別の世界が現れます。静けさ、ストーカー行為、そして忘れられない。サバンナの深い暗闇ではハイエナが君臨しています。これは彼らが強い狩猟本能と勇気を発揮する瞬間です。ハイエナは暗い場所にも完璧に適応した目を持っているため、暗闇でもまだ昼間と同じようにはっきりと見ることができます。彼らの聴覚は非常に敏感で、数百メートル離れた獲物の足音も感知できる。そして特に、ハイエナは独特の言語で互いにコミュニケーションをとります。彼らの不気味な笑い声。その笑いは喜びではありません。それは警告信号です。位置確認です。群れの仲間が情報を共有したり、縄張りを争ったりするときに鳴く声です。あらゆる音。それぞれの周波数には独自の意味があります。夜になると、その音は荒野の草原に幽霊のように響き渡った。多くの場合、捕食者は異なります。ヒョウやアフリカのリカオンも含まれます。撤退しなければならなかったのは、真夜中になるとハイエナがいつも群れで移動することを知っていたからです。常に非常に速く、決して後退しません。彼らは疲れることなく地形を移動します。浅い川、岩だらけの土地から密集した茂みまで。どこでも待ち伏せ場所として最適です。夜に迷い込んだ獲物は、ハイエナの群れに発見されても生き残る可能性はほとんどありません。さらに恐ろしいことに、ハイエナは他の多くの種ほど多くの睡眠を必要としません。彼らは一晩中活動し、朝まで動き続けることがあります。このおかげで、何百万年にも及ぶ進化を経て、ハイエナはアフリカ大陸で最も広い夜間の狩猟範囲を持つ捕食動物へと進化しました。
そして空が明るくなり始めると、幽霊のような笑い声は風に消えていった。ハイエナは岩や茂みの後ろに姿を消しました。早朝の暑さの中で休憩。次の夜の準備はできました。暗闇が再び訪れた時。そして生存本能が以前と同じように激しく再び燃え上がった。太陽が赤土を焦がし、風が腐った肉の匂いを運ぶ、広大で過酷なサバンナでは、最も強靭なものだけが耐えることができる。ハイエナは、何百万年もの間、あらゆる偏見や困難を静かに克服し、自然の食物連鎖の中でかけがえのない地位を主張してきました。彼らにはライオンの威厳は必要ありません。新聞のような機敏さは必要ありません。人間の愛情は必要ありません。彼らに必要なのはただ一つだけです。存在する。そして強さ、知性、組織力、そして強い精神力で生き残ります。何日も狩りに失敗して動物たちが疲れ果て、肉が乏しくなり、ひび割れた地面に乾いた骨が散らばっている時でも、ハイエナは静かに前進し続けました。不気味だが決意に満ちた笑い声とともに、生き残るための戦いは決して終わらないというサイン。そして彼らは諦めるつもりはない。夜が明けるたびに、ライオンの手から、あるいは上の苦しみからほんの少しの肉を取り戻すたびに、ハイエナは自分たちがただ乗りしているのではないことを世界に証明しているのです。彼らは最後の生存者です。軽蔑を乗り越えて進化と発展を続ける種族。アフリカの地を歩いた中で最も回復力のある生き物の一つ。最後の太陽の光がギザギザの丘の向こうに沈み、サバンナが再び暗闇に包まれると、ハイエナの笑い声が再び響き渡った。楽しみのためではありません。怖がらせるためではありません。しかし、世界にそれを思い出させるためです。自然界では、最も強いものが必ずしも最も速いものや最も獰猛なものとは限りません。しかし、決して止まらない人。